はようございおます。はようございます。はい、直樹さんは今日は何ですか？今日は洗面台の続きをやっていきますね。この前まではね、仮止めっていうか仮溶接やってたんで、ちょっと幅狭くしたいんで一回バラして幅狭めるような加工をしたら本溶接していくって感じだね。バラしてこっちの端っこちょっと切るだけでしょ？そうだね。ここの両サイドの出っ張ってる部分が中に入るぐらいにカットして寄せるっていう感じだね。そうすれば多分ぴったりと合うんで心配なく使えるかなと。はい。私は今日は本当は外壁の外側を土壁の地方ですね、塵回りっていうらしいんですけど、そこを砂漆喰で埋める予定だったんですけど、今日めちゃめちゃ雨なので。雨だね。雨なんですよ。どうしようもちょっとね、ここ1ヶ月ぐらいずっと週末になると雨で、なかなかできてないんですけど、かといってあっちの方も直樹さんが排水と水道周りをやんないとふかし壁の下地つけられないから、あっちも直樹さんの作業待ちなのでから今日は私は室内側の冷蔵庫置こうとしてるところの横の壁ですね。あそこはもう土壁もともとの状態なので、補強材を上に塗ってから砂漆喰を塗って、でさらに漆喰を重ね塗りしてみようかなと。まあ練習兼ねてね、お試しで、やってみようかなと思ってます。頑張ってみてください。はい。本当は栗も落ちてるから栗拾いしたりとか、畑もね、さつまいも、さつまいももそろそろ収穫時期で雨でできないので、今日はどっかで一緒にやめばいいなと思ってます。そうだね。外の方もちょっとやりたいところではある。じゃあ今日はそんな感じで進めていこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようじんくん。お乳首輪ですね。首はどっかに引っ掛けてなくしちゃったんだよね。新しいエアタグもね注文してるからもうすぐで届くよ。今回も引っかかると外れるやつですね。でこれが用意した砂漆喰の材料なんですけれども、漆喰とあと含水石の1理と3理っていう細かさが違うの2種類ですね。これがね、石灰岩を細かく砕いて砂状にしたものなんだって。アイビ建材ショップさんにこちら提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。これは床下の調湿剤。そうだね。そっちを提供してもらってね。そうですね。あと玄関周りに塗った朱色の塗料ですね。塗料ね。はい。ああいうのも提供していただいてるんですけども、今回は大変助かっております。ありがとうございます。でこれなんですけど、これが1に対して3分の1、3分の1。なるほど。混ぜればいいらしい。これ20キロなんですけど、20キロに対して7キロ、7キロなんだよね。だいたい3分の 1。これ1袋に対してこれ3分の1ずつ入れれば砂漆喰のちょうどいい感じになるわけ、割合になるらしいです。今回はどんくらいやってみる？まあ容量がね、これ20キロも使わないからさ、半分ぐらい10キロ。まあ単純にこれ1に対してこの3分の1ずつこれに入れていけばそうだね、いいんじゃないかなと思って。けどな、これ質量が違うからな。重さでいく？重さでいかないと多分。重さでいくんだったらこういうちっちゃいのに入れて体重計に乗っけないと。そうだね。1個ずつやっていけば。じゃあやってみますか。はい。とりあえずこれ半分。半分もいる一気に。いや、それはなおさん次第だけど。水の割合は？これに書いてる。裏に。16か。1袋に対して16リットルだって。半分にするんだったら8リットル。8リットル。からさらに4分の1だったら4リッター。3分の1にしよっか。3分の 1？4 分の1でいいんじゃない？計算めんどくさくない？3分の1。そうだね。4分の1で。はい、じゃあ漆喰からですね。5キロ分だっけ？ 5キロも入るかなこれ。分からん。
そろそろ測ってみる？そうだね。一回。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい。4.3 から700引くから、分からんけど足んないっていうのは分かる。まず5キロは超えないと。うん、それでちょうど5キロになりました。もくもく言ってます。もふもふ。もふもふと。さあこいつはなんぼですか？白いうん、石灰だからか。石灰岩だからね。ま石灰岩が細かい砂状になってるやつです。こっちの寒水石は 1.6 キロですね。5キロの3分の1なので。まだだな。あと200。お、来たんじゃないですか？あ、そうですね。ここから700引くから。入れます。はーい。はい、今度は1里の方ですね。どっちの方が細かいんだろわからん。うね。見てわかるかな。なんか1の方が細かさそうな感じするけどな。ああ、そうだね。1の方そうが、だね。1の方が細かいね。うん、うん、うん、かなりきめ細かくなりましたね。うん、こんな感じ。はい。はい。ちなみに外はさっき言った通り大雨ですね。今日も週末ずーっと雨です。ほんと長雨だよね。週中晴れてるのに週末になると雨降るんだよね。うん。外作業が全然できない。ちょっと足んないよう、全然足んないような気がする。あ、足りない。まだ1キロぐらいしか入ってない。あと倍ぐらい。よし、こんくらいだな。多分ぴったり。はい、ビ惜しい。微妙微妙だな。まあまあ惜しいとこまでいったよ。はい、最後入れて、うん、でこれで水が4リットルですね。水汲んでこない。寒水石重なって入ってるからこう見るとあんまり違いが分かんないですよ。でもこれで骨材が加わった形になります。はい、どうぞ。はい、水数回に分けた方がいいんかね。多分ね。なんかもう水全部入れてしまった方が良さそうにも見あ、そう？じゃあ入れる？える。はい、こうやれば粉塵立たないでしょ。ハンドルがね。いきます。はーい。なんか美味しそうになってきたね。生クリーム、水全部入れて正解だったの。あ厚塗りできそう。なんか懐かしいね。去年もやってたような気がするけど。だから去年ぶりでしょ。去年ぶりで懐かしく感じる。何を思い出したの？これで混ぜると、このデコボコした隙間にそうだよ。溜まって、あっちでやるべきだったね。専用のやつじゃないからね。専用のやつが漬物だる。漬物だろあったっけ？黄色い方か。そう、黄色い方。確かに。あっちで、次の時でいいんじゃないか。そうだね。いや、下に思いっきりくっついてんな、俺。混ざりきってないやつ。あっちのゴミ箱でやったらちょっといまいちだったんで混ざりきらなかったですね。なのでこっちの漬物用のやつですね。こっちで混ぜたいと思います。こっちはデコボコしないんで多分綺麗に混ざるとは思います。はい、今日やりたいのはここですね。キッチンの横の土壁になります。
ここを今ほうきで掃いてポロポロ落ちるような土はあらかた取ったので、これに土壁の補強剤を吹きつけて、その後砂漆喰ですね、これを塗っていってみようと思います。じゃあ補強剤塗布していきます。はい、じゃあ塗っていってみます。いや、くっつきそうな感じはするよ、全然。ただコテはこれじゃない方が良さそうだな。これやわすぎるからコテが。この間買った中塗りよ、あっちの方がいい感じはあるけど、あ、全然塗れるね、塗れるのは。絶対足んないって言います。どうでしょう。結構入ってるけどな、足んないかな。これが中塗り用のコテで、こっちが角とか隅にっていうコテですね。ぼやけた。酒屋さんはすごいよね。1回でこうザッてやってさ、なんか数回撫でるだけでさ、後半用がもう一気に終わるっけない。でもなんかだいぶ塗りやすい。やっぱさっきのだと仕上げのコテだからさ、やわすぎる。ちょっと本当は取ってる間に動かしたくないけど。はい、ジンくんめっちゃ甘えてます。よかったね、ジンくん構ってもらえてね。さっきから撫でろって泣いてたもんな。一応こたつつけてないけど、こたつ布団だけ足したけどね、まだそこまでではないらしい。まあ、夜じゃないからね。急にほんと気温下がったから。粒子が細いからさ、土壁よりは塗りやすいで。でも大丈夫かなって思ってたけど、なんか大丈夫そうだな。あとね、土壁の土をあんま触りたくないからさ、あんまこうできないんだよね。こうやっちゃうと土ついちゃうから、多少厚塗りにしといて、それを広げていくみたいな。さすがにそろそろ脚立いらんでしょ。気持ち脚立がちょっと早かったかな。ほんの気持ち早かったかもしれない。でちょっとだからね、ここまで来ればいける。結構いい感じじゃない？清潔感出てきましたか？ああ、出てきたような。だってここ上真っ黒だったからね、すすで。それが白になったら結構差はすごいんじゃないですか？すごい。やっぱ漆喰塗りは楽しいね。激変するんだよね。左官作業は楽しいよね。準備大変なんだけど。ネタ作ってくる。種？お笑い芸人ですか？ちょうどかな。ちょうどかちょっと足りないか、どっちか。塗る面積も半分以上あるよ。あ、私が塗る面積が足りないかなって。追加で他も塗るっていう話だったらまあ別にあれだけど、追加で他も塗って全然いいけどね。上とかテレビのとことか、どうせ私は時間あるわけだし。はい、ここまでで1回練った分は終わっちゃいました。あとね、4分の1、3分の1ぐらいなんですけど足りないので、もう1回練ってこようと思います。よし、ここは終わった。ここの一面は中塗り漆喰っていうか砂漆喰ですね。塗り終わりました。やっぱ初めの状態と比べると雲泥の差ですね。こっちこんな感じなので。おう、めっちゃいい感じ。私砂漆喰ってもうちょっとさ、
グレーっぽくなるのかなって思ってたんだけど、寒水石自体が白いから、まあ石灰岩だもんね結局。石灰で粒の大きさが違うっていうことなんだね、じゃあ。塗りやすい。塗りやすいよね。適当にやっても塗れる。めっちゃ綺麗にやった。自画自びっくり。自画自賛。漆喰の米。漆喰すげえな。いや、そこまだ土壁の補強材やってないよね。あ、でももう塗ってるからあれ、悪防止もあるよね。ある。やっちまった。で、今悪の話をしてて、あれ思い出したそこってやってないんじゃない？思い出した。う下はやろう。ん。なんかここだけ黄色いなっていうの。ナミさんが薄塗りもしてるから塗り重ねれば悪が出たら。あ、そうだ。接着効果もあるんだね。下地材がその接着されてボロボロしなくなる。ああ、だいぶね。それは必要だよ。でももうね、もう下半身塗ってるこの食器棚はもう直樹さんのアイアンですかああ聞いてないよ。ら今言ったびっくりです。一瞬そうだったっけっていう。あれ俺忘れたみたいな。そんなこと言ってた。今言ったすごいな。そこが白になるとめっちゃそこだけそこにそれ壁なんだみたいな感じに見える。壁は壁だったけど。いや、壁も梁も天井も黒いからさ、構造がよくわかんないんだよね、そこ撮ってると。ただそこが白いから、そこまでが壁なんだみたいなっていうのがめっちゃわかりやすい。こんだけで応募してるのに全部綺麗に見えて受け止めてくれる。受け止めてくれる。ツンツンツントントントンはそこ覚えたの逆だよ、ナプさん。ツンツントントンだなって。違うよ。まあ2回見るからね。よしとしよう。なんか言ってる。白くなったね、そこだけ。だいぶ薄いな。しまった。私そっちの方が、そっちから始めた方がやりやすいんだった。やりづらそう。こっちやりづらかった。やりづらい方から始めちゃった。もうドアップにしてるから。してるから洗いのまでくっきり見える。仕上がりまでくっきり見える。この後鳴らすけどね若干遠いんだよな綺麗になった。よかった。私と直樹さんの塗ってる量が相当量違う。全然違うね。若干薄めでお願いします。ただなさそうです。こっちとちょっとこのカメラ越しじゃわからんかった。まあ影の感じもあるからな。頑張って伸ばす。でもこれしかない。絶対もう大丈夫ね。いやまだギリ足りそうだよ。伸ばせばいいけど。いや無理でしょ。作ったらだるい。そうは言っても無理だと思う。まだこんだけあります。
ここで1回練ったやつがなくなりました。残り4分の1ぐらいですかね。漆喰とキッチンパネルと、あとこれは撥水クロスなんですけど、白が全部違います。それぞれの白、漆喰の白が一番好きだな。ちょっとアイボリーまで全然いかないけど、真っ白ではないみたいな。これ照明中身な気がするな。そうですね。そんな気もする。じゃあください。もう少しで塗り終わりだね。ここの面も。うん。古民家の中で一番高いかもしれないよね。高いんじゃない？長いっていうかね。高っすごい。これで見ると黒い壁のところが壁と認識できないこの真ん中がね。すごくない？すごい。こことさ、ここはさもう完全に壁だってわかるけどさ、これ何っていう感じなんか黒いから余計にね、なんもないように見える。なんもなくて、この奥、母屋の一番奥とワンチャンツーツーなっかみたいな感じでそうだね。見えるよね。そんな感じで見える。うん。ここのね3つを白にしたらさ、多分めちゃめちゃ綺麗になるよ。ああ、なるね。両端だけ綺麗だからすげえ変な感じすごいじゃん。だいぶ印象変わるな。全然変わるね。今日の午後私がここに土壁そうだね。の泥団子作って埋めてしまえば、乾いたら漆喰塗れますね。すごい明るいね。明るい明るい。めっちゃ明るくなったね。差が激しい。こっち側とうんこっち側同じね、同じ天井高のところにここに壁あるのにね、そう。壁の存在感が何にもないよね。漆黒って感じ。漆黒、何にも見えないって柱も見えない柱も見えないすごいね。これは達成感あるね。やっぱ塗ると違うな。全然違うね。あよし、これでようやくご飯が食べられますね。今何時はい、じゃあこことここですね、土壁がめくれちゃってるので、そこだけ土壁泥団子状態にして埋めていこうと思います。とりあえずここ2箇所は埋まりました。結構これくらいの穴だったら泥団子状態の方がやりやすそうな感じですね。ここにも配線が通ってた隙間があるので、そっちも同じように埋めていきます。これであとはここに大穴が、上か、ここに大穴があるので配線通した時のですね、これが一番でかい穴ですね。よし、こっち側 OK ですね。次反対側埋めていきます。さっきの穴なんですけど、こっちの母屋側から見ると、こことここと、あとこれですね。す
そしたらあと1、2箇所だな。いつだよってなったんですね。さすがにちょっとね、かわいそうだ今から一段落ついたから一回撫でるかと思って座ったらそこ来た。じゃあって、遠慮なく。はい、待ってましたから。待ってる。どうもどうも。だいぶボトボトし。まあ最後に私がやったとこも含めて掃除するから、とりあえず OK ね。あそこの壁の漆喰になったらすごい部屋がやっぱり明るくなりました。残りの部分をやればさらにすっきりしそうです。